銅めき物語。銅めき物語。平安時代の中期頃、10世紀中頃、950年頃のお話です。京の名門藤原家の子孫で、下野の国、今の栃木県の役人として赴任してきた曽祖父の藤原藤成から下野の国に根を下ろし、祖父の豊沢、父の室尾とその位を挙げて治めてきた下野の国の藤原家の若流に藤原秀里という男がいた。秀里はその家柄の着弾にしては相当なわんぱく者で、若気の至り的な行動もあったが、多少正道を外すことはあったとしても、その本質は元気の良い名門藤原家の御曹司であった。下野の国の自然の中でのびのびと育ち、成長して当主となった秀里は、祖父父の名跡を継ぎ、下野の国の管理として治世に励んでいた。同じ頃、日立の国や下総の国に領地を持つ平将門という地方領主がいた。将門は地方の治世が乱れているのを嘆き、これを正そうと坂東八州に勢力を広げ、自らを親王と名乗り独立宣言をした。これを平将門の乱という。しかし朝廷からは国に逆らったものとみなされ、追悼令が出された。その時、下野の国の横領主であった秀里は、朝廷より将門平定の宣旨を賜り、それに応えようと宇都宮大明神、二荒山神社に戦勝祈願を行い、一振りの聖礼を授かり、これをもって将門軍を討ち取ることができた。この光景の恩賞として、秀里は朝廷から下野の国司に任ぜられ、下野の国宇都宮の地に館を築き、下野の国を治めることとなった。さらに鎮守府将軍も拝命した。そんなある日、下野の国宇都宮でのこと、秀里が狩りの帰り道に田原街道の大園里を通りかかると、一人の老人が現れ、秀里に「この北西のうさぎだというところにある馬捨て山に夜な夜な100の目を持つ鬼が現れ困っている。なんとか退治できないでしょうか」と懇願するのだった。ならばと秀里が得意の弓矢と剣を持ち、うさぎ田に行って待っていると、牛三つ時、にわかに雲が巻き起こり、両手に100の目を光らせ、全身に刀のような毛を持つ身の丈3メートルもある鬼が現れ、馬捨て場の死んだ馬にしゃぶりつくのだった。その様子たるやこの世のものとは思えないほどの不気味な光景であった。秀里は得意の弓を引き、最も光る目を狙って矢を放った。矢は鬼の急所を貫き、鬼は苦しみながらも明神山、二荒山神社の北の麓まで逃げたが、ここで倒れて動けなくなった。鬼は体から炎を吐き、裂けた口からのっけを吐いて苦しんだため、さすがの秀里といえども近寄れず手がつけられない状態だったので、
その日は仕方なく館に引き上げることとした。翌朝、秀里は再び鬼が倒れた明神山の北側に行ったが、そこには黒焦げた跡が地面に残るばかりで、倒れた鬼の姿は消えていたのだった。それから約400年の時が経って、足利氏が幕府を立ち上げた室町の時代、明神山の北にある花々村の本願寺で住職が怪我をしたり、寺が燃えるといった不思議なことが続いていた。そんな時、本願寺では智徳上人という徳の高い僧が住職となり、人々を集めて説教を施すことになった。するとその説教に必ず姿を見せる年若い娘がいた。実はこの娘こそ400年前にこの辺りで瀕死の重傷を負ったあの鬼の仮の姿だったのだ。長岡の百穴に身を潜め、傷ついた体が癒えるのを待ち、娘の姿に身を変えてはこの付近を訪れて、昔の邪気を取り戻すため、かつて自分が流した大量の血を吸いに来ていて、本願寺の住職は邪魔であったため、怪我を負わせたり寺に火をつけたりしていたのだった。智徳上人はその鬼の正体を見破り、鬼は智徳上人の度重なる説教に心を改め、二度と悪いことをしないと誓い、自らの都合を折り、指の爪を取って寺に奉納し、成仏したとやった。この鬼が100匹の鬼の頭目であったことから能引きと呼ばれ、これ以降この話の舞台であった本願寺のあたりを能引きと呼ぶようになったという。今の宇都宮の明神山、二荒山神社の北側には能引き通りという名が残り、この地方に伝わる夕顔の実の面、含み面は能引きがモデルになったと言われている。また能引き通りに交わる旧道は田原街道と呼ばれ、秀里の別称である田原の淘汰の田原からそう呼ばれると伝わっている。能引き物語でした。